今回はカルディで手に入るホットチョコレートの素と冷凍チュロスを使ってスペインのような本格的なチョコラテコンチュロスを味わえるちょっとしたコツをお伝えしたいと思います。それから最後に私からのおすすめもあるので、ぜひ最後までご覧ください。まず改めて使う商品ですね。この冷凍チュロスマエソというメーカーの冷凍チュロスです。もしかしたらカタカナではマヘソって書いてあるかもしれません。それからこのシモンコールの、チョコラテの素です。でこれ冷凍して、売られているのでストックしておくといいと思います。ある時にね行って買って私なんかは冷凍庫にストックしています。でこうやって開けて、そしてもうオーブントースターで温めるだけなので、チョコラテを作る時間とこれを温める時間とちょっと計算して、各家庭のご家庭にあるトースターの、種類によっても時間が変わるかもしれないので、私の場合は1人分だったら特に先にこちらをトースターに入れて、温めながらチョコラテを作るっていう感じです。そしてこちらがチョコラテの素ですね。シモンコール社です。後ろに簡単に作り方も書かれているんですね。はい、でこれタブレットになっているので、それを割って1人2かけずつ使っていくような形になっています。実際に開けてみました。こういう風な感じですね。結構これ見ると、これだけを食べるわけじゃないんですけどね、こんな1人1杯につき2かけ、こんな大丈夫なんだろうかっていう風に思うかもしれないんですけど、実際に作ってみると本格的なチョコラテ、まったりしたチョコラテが出来上がります。でまずこうやって小鍋に1人につき 150cc の、ミルクを入れます。このミルクパンはもうすごい私長年愛用していて、ハーブティーとかの煮出したりとかもしているので、なんかすごい中が年季が入っちゃってるんですけど、いつもチョコラテを作る時にはこの片手鍋を、使ってるんですね。でここからしばらくもちろん焦げないように、そしてもう沸騰しすぎないように弱火で温めていきます。でこうやって沸騰しないまでのちょっと直前ですね、そこまで気長にこうくるくる混ぜながら、待っているわけなんですけど、この時間を利用してちょっと裏話というか、結構ね私今まで輸入食材屋さんとかいろいろありますよね。でそういうところでホットチョコレートの素ってないかなっていろいろ今まで探してきたんですよね。でなくはないんだけれども、結構ねそれ試しに買っていろいろ今まで作ってきたんだけど、でも結局なんかこうちょっとしたココアみたいな濃いココアみたいな感じですね。イメージとしてはそういった感じのものばっかりだったんですよね。私の探し方がいけないのか、とにかく私の頭の中にはスペインのチョコラテを日本でもゲットできないかと思って結構探してたっていうね歴史があるんですよ。それで数年前だったかな、私もカルディの、内部事情はちょっとわからないんですけど、多分数年前にこのシモンコール社の、タブレットを店頭で見つけてですね。で実はこのシモンコール社っていうこの製品はスペインでは私見たことがちょっとなくってですね、でもじゃあ試しに買ってみようかなと思って、そして買ってみたっていうのがきっかけです。出会いのきっかけです。で、今ご覧のように沸騰する直前になってこの2かけをね入れます。そして焦げないようにまたくるくると気長に混ぜていくわけですね。
してこうやって、溶けるのを待つわけですね。こうくるくる混ぜながら溶けるのを待つんですけれども、このねホットチョコレートの元の裏を見ると、お召し上がり方っていう風な、作り方ですね、それが書かれていて、でそこには火を弱めて、沸騰直前までミルクを温めて、まずあるいは水を温めて、そして火を弱めて本品を2かけ加え滑らかになるまでゆっくり混ぜて溶かし出来上がりって書いてあるんですよ。そしてそのさらに下に電子レンジで作る場合は、また水またはミルクを、600ワットで1分加熱してこの2かけを入れてよくかき混ぜる。で溶けにくい場合はさらに2、30秒加熱するって書いてあるんだけど、これだったらね絶対にホットチョコレートにはならない、いわゆるチョコラテですね、スペインのチョコラテにはならないので、ちょっとご注意いただきたいなと思います。で火が使えるところであれば、もうぜひぜひ火でくるくる温めてしばらく火を通すっていうね、このひと手間なんだけど、これをやるかやらないかでスペインのチョコラテになるかならないかの瀬戸際なので、ぜひこれはね私としては譲れない作り方なんですね。なので特に今ご覧になっているようにもう溶けてはいるんですけれども、ここね火から下ろしちゃったらダメなんですよ。もうずっとしばらくねくる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 かき混ぜながら加熱し続けてくださいね。そしてもうちょっとねこうしっかり火が通るまで待ってる間に、もう一つチョコラテの裏話っていうものがありまして、これも数年前ぐらいの話なんですけれども、このスペインでもう本当にどこのスーパーに行っても売ってるのを見かけるような大手のチョコレートメーカーが、とあるメーカーがあってですね、で食べるチョコレートもそうだし、こういうホットチョコレートの素っていうのでももうよくよく見かけるメーカーがあるんですよ。で日本でもういろんな国のいろんなチョコレートって売ってるじゃないですか。なのになんでそのメーカーが、スペインのねそのメーカーが輸入されてないのかなっていうのがね、本当に私個人としてはとっても不思議で、ある時思い切ってそこのサイトに行きまして、でそこのねなんかお客様相談窓口みたいなところに入ってですね、でメールで私のその熱意を訴えて、なんで日本に輸出しないんですかっていうような質問をね投げかけたことがあるんですよね。そしたら私の情熱も一緒に伝わったのかどうかはちょっと分かんないんですけど、本当に数日してアジア圏担当っていう方から丁寧な返信が来て、結構私それびっくりしたんですけれど、で当時何かね2社商社かな、それから大手のスーパーかなっていう感じなんですけど、その取引のためにやり取りしているところなんですっていうふうに結構具体的に書いてあってですね、私内心びっくりしたんですけど、でそれを読んで、じゃあもう少ししたら日本の輸入食材屋さんで売られるんじゃないかなって結構期待してたんですけどね。でも何かポシャってしまったのか結局それ以来どこにも売られてるの見たことないというね、あらまっていう感じの裏話があります。でおまけにねそのアジア圏担当の方の文面がすごくフレンドリーな感じだったので、私も気をよくして、じゃあ私が個人輸入したらどうなりますかっていうねジョークのような質問を投げかけたんですよね。そしたら、個人輸入であってもなんか単位として1500枚だったら1回輸出できますよっていう話だったんで、
10秒ぐらい考えたんですけど、私が1500枚ねちょっと責任持てないので結局は諦めたっていうねオチがあります。でそうこうしているうちにこのまったりした状態の、チョコラテがようやくできたので今ねこうやって、コップに入れました。でこのね本当にまったりしてるの分かりますか？もう食べる本当にチョコレート食べる飲むチョコレートですね。本当にねただねこれがじゃあもうものすごく甘くて大変かっていうとねそんなこともなくて美味しいんですよ。でそうこうしてるうちにこのチュロスの方もいい感じに焼き上がったのでもうこれで完成というところですね。でせっかくなので今立った状態ですけれどもこうつけてみます。ほらちょっと時間経つともう表面がポテンって膜が張るような本当にこのぐらいね濃度があるのが本当に完成形なのでしゃぶしゃぶはダメです。そしてもう見ての通り私つけたので食べちゃってますけどねもう本当にカリッとしてまったりしたチョコレートと本当に合いますね。でこうやってチュロスをつけながら、美味しく食べるわけなんですけれどもでもチュロスを食べ終わっちゃってもチョコラテって結構残ってるんですよね。でこれでねぜひおすすめなのがあとティースプーン 3,4 杯ぐらいかなっていうところまで、チョコラテだけで楽しんだ後にご覧のようにエスプレッソを入れるっていうのがねこれが私の最後のお楽しみっていう感じでもう私にとってはこれ定番なんですけれどもなんかちょっとねカフェモカのようなそのコクのあるチョコラテとほろ苦いエスプレッソが相まってもうなんかコース料理の締めみたいな感じなのでこのホットチョコレートをね3段階で楽しめるというもうこれ本当におすすめです。ぜひやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。